こんにちは、ジパング55のタカです。今私は羽田空港、JAL ダイヤモンドプレミアムラウンジに来ております。これから新千歳空港まで JAL ファーストクラスで向かいたいと思います。合わせて新千歳空港の JAL ダイヤモンドプレミアムラウンジをご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。新千歳空港は羽田空港から飛行機で1時間30分ほどです。実際の飛行時間は1時間と少しぐらいなので意外に近いですね。それではまず羽田空港内にある JAL ダイヤモンドプレミアムラウンジをご紹介します。ファーストクラス利用者はステータスに関係なく利用が可能です。普段は JMB ダイヤモンド、JGC プレミア会員などが利用できます。専用入り口から手荷物検査を行い、そのままラウンジに迎えます。このチャンネルでも何度かご紹介していますね。最近料理のラインナップが少し変わったので、ご紹介します。国際線と比べて、料理のラインナップは控えめですが、小腹を満たすには十分な量が用意されています。冷たいドリンクは、ノンアルコールビール、アサヒビール、トマトジュース、牛乳などがあります。ビールサーバーも用意されています。キリン、一番搾りプレミアム、キリン、ハートランド、札幌、恵比寿、サントリー、プレミアムモルツの4種類が用意されていました。ソフトドリンクもいろいろありますね。ブレンドコーヒーをはじめ、カフェラテ、カプチーノがありますね。日本酒、ジン、ウイスキーもありますね。おつまみの柿の種などがありました。軽食は明太子、高菜のおにぎりがありました。ロイヤルスイートポテトパンとメゾンカイザーのクロワッサンもありました。野菜スープも調理してあるものがありました。減塩のお味噌汁もありますね。期間限定ですが、ハーゲンダッツのアイスクリームも置いてありました。味はバニラ、イチゴの2種類があります。ハーゲンダッツが食べ放題なのは嬉しいですね。軽食に関しては、おにぎりもパンも以前より美味しくなりましたね。おにぎりもパサパサではなく、しっとりしていて美味しかったです。スープ類も以前はインスタントでしたが、調理しているものがあるのは嬉しいですね。お酒の種類は他の場所の方が多いかもしれませんが、一休みするには十分な量です。今回はあいにくの天気ですが、駐機場の航空機がよく見えます。JAL ファーストクラスは、路線や時間によって使用機材や食事内容が異なります。以前に福岡路線の JAL ファーストクラスもご紹介しているので、そちらも確認してみてください。それでは搭乗時間までゆっくりしたいと思います。搭乗口まで来ました。今回は11時20分の便です。あいにくの雨で天気はあまり良くないようです。フライトにはあまり影響がないようなので良かったです。ファーストクラス利用者は優先的に機内に入ることができます。機内でゆっくり準備ができるので嬉しいですね。それでは座席をご紹介します。こちらが今回の座席です。窓際の席で広々していました。隣の席とは仕切りで区切られているので気にならなくていいですね。今回は 1K で一番前の席でした。モニター画面も大きいですね。座席はボタン一つで倒すことができました。マッサージもついており、すごいですね。アメニティもあり、スリッパなどもありました。テンピュール社のクッションもありました。ヘッドフォンも立派で音質が良さそうです。座席幅もかなりあり、のびのび足を伸ばせますね。隣の座席とはパーテーションがあり、開閉可能です。座席の説明書もありました。説明があるとよりわかりやすいですね。本日の食事メニューも置いてありました。肘置きも広く、ドリンクなどが置けるようになっていました。ファーストクラスではお酒や食事も提供されます。シャンパン、ワイン、
焼酎、ビール、ハイボールなどがあります。ソフトドリンクも特製のグアバジュースをはじめ種類が多いですね。今回の提供料理は牛ステーキです。美味しそうですね。その他にいつでも注文できるカップラーメンとうどんを提供しています。裏面は英語メニューもあるので便利ですね。出発前にはジャケットなども預かってくれます。ブランケットや時間帯によっては新聞の提供もあるようです。ファーストクラスと書かれたおしぼりもいただきました。それでは離陸します。シートベルト着用サインが終わるとすぐに料理の準備が始まりました。札幌便は飛行時間が短めなので準備が早めですね。机はかなり大きく前後でスライドするようになっていました。こちらが食事です。メインの他にナスのポタージュ、味噌汁、デザートもありました。飲み物は焼酎の森リゾートグアバジュースを注文しました。ステーキも美味しそうですね。味噌でミグラソースもかかっていました。箸置きは折り鶴で可愛らしいですね。ご飯もついているので量は十分です。お肉は予想以上に柔らかくとても美味しかったです。味噌汁も温かくよくご飯と合いました。食事は路線、時期、時間帯によって変わります。8月下旬の羽田発便だと朝食は和食、昼食夕食は洋食でした。 JAL の公式サイトにメニューが掲載されているので自分好みの料理が出る便を選んでみてもいいかもしれませんね。ドリンクは飲み放題なのでお酒が好きな方は嬉しいサービスです。上空だと酔いやすいのでその点は注意が必要です。食事の後にカップラーメンも注文しました。お盆に乗せて提供してくれるので高級感がありますね。こちらも美味しかったです。小腹が空いた時にとてもいいですね。2024年9月時点だとファーストクラスは6路線運航しています。羽田空港発着の便が多いですね。羽田空港から沖縄や石垣島に向かう便が飛行時間が長いです。ファーストクラスを堪能したい方は長い距離の方がいいですね。値段は今回の新千歳便で3万6000円ほどでした。時期や時間帯で値段もだいぶ違うので安いタイミングで搭乗してみてもいいかもしれませんね。ファーストクラスの座席は2種類あります。767便だとモニターがないので注意が必要です。搭乗する飛行機の機材も確認してみるといいですね。容器もファーストクラスのロゴが入っており高級感がありますね。北海道の大地が見えてきました。それではそろそろ新千歳空港に着陸です。あっという間のフライトでした。大阪路線は50分程度しかないので食事もするとなるとかなりせかせかしそうですね。ファーストクラス利用者は一番最初に降りることができるので急いでいるときは嬉しいですね。客室乗務員の方は丁寧な接客で名前を呼んでサービスを提供してくれました。ドリンクもすぐに提供してくれたのでストレスもありませんでした。記念日などにぜひ利用してみてください。それでは最後に新千歳空港のファーストクラスラウンジをご紹介したいと思います。到着時は利用できませんが帰りも新千歳空港だったので一緒にご紹介したいと思います。別動画で新千歳空港内も紹介しているので確認してみてください。こちらがラウンジの入り口です。専用入り口があり手荷物検査もここで受けられるので便利ですね。中は広々しており席数も多かったです。混雑時もゆっくり過ごせそうです。羽田空港同様カウンター席もあり充電もできるようになっていました。マッサージチェアもありました。個室のようになっているので気兼ねなく利用できそうです。電話が可能な個室もあるので仕事などもできそうです。料理類は軽食が置いてありました。ス
ナックは羽田空港と一緒ですね。スイートのパン2種類が用意されていました。JAL 特製のカレーパンもありますね。スープとお味噌汁は羽田空港と一緒ですね。おにぎりの具は塩昆布マヨネーズと酒おかかでした。北海道らしいラインナップかもしれませんね。お酒はワイン、ウイスキー、焼酎などがありました。コーヒーはカフェラテやカプチーノがありますね。紅茶や日本茶などもありますね。ソフトドリンクとハイボール、ビールサーバーもありました。銘柄は羽田と少し異なっており、札幌クラシックもありました。牛乳、トマトジュース、ノンアルコールビールなどがありますね。お酒の種類は羽田空港より充実していましたね。ビールも札幌発祥の札幌ビールが提供する銘柄、札幌クラシックが用意されていました。パンの種類も3種類ほどあり、多かったですね。パンもチョコパンなどスイーツパンで美味しかったです。おにぎりもパサパサしておらず、具とご飯がよく合っていましたね。新千歳空港以外にも、福岡空港のファーストクラスラウンジも紹介しているので、確認してみてください。それでは今回の JAL ファーストクラスと新千歳空港ダイヤモンドプレミアムラウンジ、いかがだったでしょうか。とても豪華な体験ができる機内とラウンジでしたね。値段は少し高いですが、ぜひ皆さんも記念日などに利用してみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。